have a VTEC? VTEC Club. 皆さんこんにちは、2号ぶりの VTEC クラブです。今回もですどうも今回もですねこの3人でお送りしたいと思います。まだいるよ。あみちゃんチャイナ。あみちゃん誰のこと言ってんの？はっちゃんピンチ。誰のこと言ってんの？ですね汗。本当汗タラタラ。今回もですね、おはがきをいただいております。大分県大分市の細谷和則さん、ありが VV。インテグラ R DC5 を S2000 のエンジンパーツを流用してパワーアップできるのでしょうかという。なんでそんなくだらないことすんの？もともとやっぱパワーがあると。あなた乗ったことないから知らないの。エンジン的には確かにね、S2000 の上は回るんだけど、下のトルクはね、インテアルの方が全然乗りやすいね。いいとこつくね。まあね、一応ジャーナリストだから。なるほど。2年ぐらい前にこれはい先2年ぐらい前に S2000 出た時に250馬力で S2000 すごいぞってなったけど、本当は220-30、つまり今のインテアールみたいな出力特性だから、インテアールのエンジンを逆に S2000 に積んだ方が本当はいい車。昔から言ってんの俺はそれを。インテアールのエンジンを S2000 に乗せましょう運動を起こしてんだけどさ。僕が言った5秒後に言ったんじゃないまあどっちが先かはいいじゃないですか、そんなの。みんな思ってるということです。この調子のいい親父親父にはなりたくねえな、2人ともな。親父か。まあそういうことでですね、なんか流用することは実際は純粋に技術的にまず相互の互換性は全くない。じゃあそのインテアールをパワーアップしたいっていう人にはどうしたらいいか。インテアール、シビック R、軽型エンジンっていうのはすごくそのオリジナル中低速トルクになるんで、それをもう少し高回転までも持っていけるように、ちょっと積み重ねる。またそのエンジンのその回転フィールももっと滑らかにする。そういったことで車が速くなる。ということでですね、今回は、2リッター特集ということで VTEC の2リッターですね、いろんな車を乗ってみたいなと。乗ってみたいね。はい。まずはスプーンのシビック R ストリート仕様が初のお披露目です。ねえ、このインチキ親父さ、加速性能はノーマルで十分。ノーマルエンジンなはずがねえだろ。スプーンだもんね。ピストンピストンはだからノーマルのピストンをベースにちょっと削ったりなでたり。それノーマルって言わない。カムはカム。カムはノーマル。コンロッドはノーマル。ヘッドはは全くノーマル。それはヘッドはノーマルだなんだ。って全くってつけたもん。エンジンのミッションマウントの強化。これ何これ？オイルを中入れて浮かしてる、フローティングさせてるんですよ。エアサス一種のねオイルサス。おお、来たね。こんなに動いちゃう。で裏側にこれオイルが。確かにね、俺のS 体のインテも最初ノーマルで行ったんですよ。でワンレース終わったらヘッドが削れちゃってるの、当たって動いて。あ、いやそのぐらいの中で。あんたは香港人かい。ノーマル形状サスキットってこれはなんで車高調じゃないの？このシビック R、それから新型のインテアールはね、ちょっと車高調を入れてパッパッと車高を下げてアライメント取るっていうのはちょっとできにくい。基本的にもうちょっと難しくなってきてるの。もうちょっと変えたらもう全部変わっちゃう。まず直進性が来る、それからタイヤがベタ当たりしないから変摩耗する。車の基本がめちゃくちゃになっちゃう。じゃあノーマル形状の方がいいってことだ。これはしばらくはこういう風になっていくと思うね。何のために自分だけそうやって車高調にしてんの？ちょうどいいとこ今狙って。いいとこ狙ってね。ほぼいいとこ出てきてるんで、そうなった時点でこれにすると。はい。なるほどね。では走ってみましょう。まずははっちゃんから。おお、後ろね、前かじにすると動いてくれるんだけど唐突感がないよ。いやけどこのぐらいパワーはやっぱ欲しいね。確かに FF だからパワーありすぎてもダメかもしんないけど最低っていうかこのぐらいあってくれた方が楽。
全くのシェイクダウンながらなかなかの仕上がり。続いてドリドリのインプレッション。いい感じだね。すっげえいい感じ。急線シフトでいってますけどね。うわっ、足がなんかおかしい。なんだ。ハンドルの位置がどんどんずれてきて、左に取られる。シビックはとりあえず応急処置をするとして、次の車は中低速トルクが肝ということで注目したいのが 2.2 リッターの VTEC H22A ライトチューン仕様のフェイズアコードユーロ R でそのフィーリングをチェック。今度はドリドリからいってみましょう。あ、ブレーキもいい。足もいい、ブレーキもいい。これさすが四輪ダブルウォッシュボーンサス。ベッタベッタの車庫端でもしなやかに走ってる。いや、ほんと乗る気になるよ、これ。これはね、攻めたくなる車だ。スプーンシビックよりもおよそ200キロ重い車重でほぼ互角のタイム。これは偉い。続いて元アコードオーナーのはっちゃん。ああいいね。やっぱ5000回転になるとトルクモリモリって感じが出ていいね。ああすごいエンジンいい感じ。乗りやすいよ。俺シビックよりこっちの方が好きだったりして。いいか俺このアコード自体好きだからね。ドリドリもはっちゃんも大絶賛。アコードっていいんだ。これで6速あったら申し分ないかな。そこのなんか回転がすごい中途半端なのね。ハイスピードのコーナーが。みたいにハイパールみたいに行きたいなっていう。だけど4ドアだから許せるかな。いやすごいね。俺もちょっと言えないけど結構俺も言えないけどやっぱスプーンのタイプあるよりは全然いいかな。まあ向こうはまだ発展途上。そうすごい。これはすごい。びっくり。KO ピース参った。手出すのやめた。スプーンシビックは応急処置をしたもののハンドリングは悪化。これが相談役の言っていた難しい足回りのことなのか。跳ねすぎ。というわけでスプーンに持ち帰りその原因を探ってみた。問題はこのステアリングラックのこの位置なんだよ。自然の摂理に反したこの長いタラバガニみたいなこのタイロッドエンド。通常の自動車っていうのはラックエンドにタイロッドエンドがくっついてたのね。ですから普通に素直にこういうふうにラックエンドがこう出入りしてるだけ。だから今回そのタラバガニさんのこのハイアップにしてる。ですからここが構造的に非常にその、操縦性が悪い、原因の一つなんですね。会社を挙げて今研究開発して、テストしてさらに強烈に速くしてすごく乗りやすいシビックとかインテグラを前向きに投入しようとします。しばらく待っててください。 S2000 に対して他の2リッター VTEC マシンの実力はどうなのか。2リッター VTEC 実力チェックバトル。ここで注目のマシンはエスプリが持ち込んだ EK9 ステップワゴン用のブロッククランクを組み合わせたまさに2リッター時代対応の EK9 なのだ。スプーンシビック欠席のためご覧の3台によるバトル。おっとはっちゃんフライングじゃないの。服部やるね服部。ちょっとフライング気味。オリド S2000 は出遅れて3台は大きく間隔を空けて1コーナーへ。服部逃げないでよちょっと。この
軽いボディに似たエンジンだよちょっと。いや速いな。けどこの車すんげえバランスいいよ。速いねアコード。思ったより。ちなみにアミューズ号はドライセットの2554017のタイヤに変更。4コーナーで土屋 EK9 がぐぐっと差を詰めた。ほら軽いからすぐ追いついてくる。後ろを気にしすぎのはっちゃんはオーバースピード。あ危ない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 危ねえ危ねえちょっともう頼むよ。さあ土屋 EK と服部アコードの加速勝負。もう逃げるよ俺はもう逃げるよ。そうは左折と折戸 S2000 も追い上げる。もう2台で行ってくれよ。俺は逃げるよわブレーキが1コーナーからここまでの区間で S2000 が急接近。しかし S2000 にガス切れ症状が。なんかエンジンが吹けなくなった今。俺は逃げるよ俺は。あまり回り込まない4コーナーと S の高速コーナーでは FF のシビックの方が踏んでいけるみたい。いいね車もタイヤも完璧。さあ残り1周、折戸 S2000 は追いつけるのか。ブレーキ甘いじゃん。オリダーは S2000 が速いタイトコーナー区間で確実に距離を詰めていく。このシビックだったら S2000 やっつけられるかもしれない。前のラップでガス切れが出た3コーナーはどうか。なんと2台とも4コーナーを踏みっぱ。危ない。折戸 S2000 は縁石に引っ掛けすぎてオーバー。でもすごいリカバリー。4コーナー決戦で土屋 EK が勝負を決めた。2リッター VTEC バトルはドリドリの S3EK9 の勝ち。これね高速コーナー踏みっぱでいける。本3から4に入れていっちゃえって言っちゃったらいけちゃったの。だすっごいバランスいいけど車はすごい。当。問題は今回はブレーキや。ブレーキがねブレーキはね確かに S2000 の方が全然詰まりますね、すんげえ詰まり方する前ですみたいな。まあアミューズがね本当は一番早いんだよ。そう本当は一番早いんだけど僕は2回失敗しちゃったからね完璧僕のミスすいませんでしたということで、2リッター NVTEC バトル 2.2 も追加。そう1台。いやだけどね俺今回見直したのはねアコードユーロ R ありだなっていうね。で今までアコードってかっこいいと思ったこと一回もないんだけどあれかっこいいね。さりげなく決めてるね。あれは立派だからね4枚ドアはねありだね。でユーロ R をタイプ R にするこれはもう全然 OK 丸でした。